皆さんこんにちは、ケンです。今回は宮崎空港にやってきています。これから日本全国47都道府県を巡る旅をしようということで、その第一弾として宮崎県にやってきました。それでこの旅の記録のためにちょっとしたツールを開発したので紹介します。それがこちら Google マップをベースにした白地図アプリです。今はまだ真っ白ですが、訪問した場所を登録するとこうなります。宮崎県のところだけ色が塗られているのがわかるでしょうか。こんな感じで訪問した場所を塗っていって日本地図の完成を目指すのがこのシリーズの目的になります。それでは早速出発しましょう。まずは旅の足となる車を調達します。今回のお供はヤリスクロス。最初の目的地に向かいましょう。日向市にあるクルスの海にやってきました。入り江の形がちょうど十字になっていることからこのような名前で呼ばれているそうです。穴場スポットみたいで周りに人がいなくてとても穏やかな時間が流れています。近くに漢字の口の字にあたる場所もあるようで、合わせると叶うという感じになるみたいですね。高千穂にやってきました。ボートをレンタルすると滝を下から眺めることもできます。この日はボートレンタルは30分待ちだったので諦めました。五ヶ瀬川に沿って歩道が整備されていて、かなり遠くまで歩いていくことができるんですね。ツアーバスで来ている人が多いみたいですが、中には本格的な装備で歩道を奥に進む人もいました。高千穂峡は昔の阿蘇山噴火の火砕流が原因となってできた柱状節理の崖です。社会や近くの教科書で知識としては知っていても、実物を見ると迫力がありますね。近くの公園には台湾のカレン市との姉妹都市盟約の記念碑がありました。峡谷や崖を持つ都市同士の友好ということでしょうか。カレン市は最近大地震に見舞われてしまいましたが、一日も早い復興を願っています。一度行ってみたいですね。お昼を食べようと歩いていたら気になるお店を見つけました。流しそうめん発祥のお店だそうです。昭和30年から営業しているので、約70年前から流しそうめんはやってるみたいですね。テーブルにいくつか水が流れるレーンがあって、そこをそうめんが流れてきます。実は流しそうめん初体験なんですが、挑戦してみましょう。この流しそうめんと川魚とおにぎりのセットにしました。早速流れてってますね。あそこから流してくれるようです。撮影してたら行っちゃいました。では気を取り直して。ではめんつゆにつけていただきます。水はかけ流しになっているので衛生的なことは問題なさそうですね。お昼で気温も上がってきたので冷たいそうめんは箸が進みます。ちなみに取りこぼしたそうめんはどうなるんでしょうか。おにぎりと魚も来ました。ヤマメです。取りこぼしたそうめんもざるで集めてもらいました。おにぎりには味噌がついてますね。ヤマメは割と小ぶりサイズ。ごちそうさまでした。ヤマメはふっくら美味しくて、おにぎりやお漬物も素朴な美味しさでした。ではまた次の目的地に向かいましょう。高千穂峡からすぐの高千穂神社にやってきました。約1900年前に創建された神社で、国の重要文化財にも指定されています。手水で清めてからお参りしましょう。階段を上がるとすぐに本殿があります。
その本殿を取り囲むように大きな杉の木がたくさん。中には樹齢800年のものもあるようです。宮崎県は神話のふるさとと呼ばれ、古くからの伝承や神社が多く残っています。でも1900年というのもまだ序の口で、もっと古い歴史を持つ神社も宮崎県には点在しています。というわけで次に向かうのは天岩戸神社、天照大神に関する有名な伝承が残る神社。天岩戸神社にやってきました。西本宮というところに来ていて、川を挟んだ反対側にある天岩戸をこれから見学します。この天岩戸ご案内というところで待っていると、神社の方がご案内するされるようです。この西本宮の裏にある通路に入れていただいて、天岩戸を見てきました。神聖な場所で撮影はできないので、写真でどんな場所かご紹介しようと思います。天岩戸は大きな洞窟にあります。天照大神がここに隠れてしまったことで世界が暗闇に覆われるようになりました。そこであの手この手を尽くして天照大神の外に悟り出し、二度と隠れてしまわないようにしめ縄で封印しました。天照大神は天皇の祖神で日本で最も重要な神様の一つで、日本全国47都道府県制覇の旅を始めるにあたり、ご挨拶をと思ってこの神社に立ち寄ることにしたのでした。宮崎市内に戻ってきました。雨がすごいです。本日の宿はプリンススマートイン宮崎です。2024年にオープンしたばかりの新しいホテルです。自動チェックイン機で手続きを済ませましょう。必要なアメニティを受け取って部屋に向かいます。ビジネスホテルだと最近はこのスタイルが増えてきましたね。お部屋はこんな感じです。部屋は狭めですが綺麗なベッドがあって1泊5580円はかなりお得なんじゃないでしょうか。宮崎市の中心街に歩いて出られる立地で便利です。シャワールームはレインシャワーとハンドシャワーがあります。新しいホテルなんでこの辺りはやはり綺麗ですね。妙に天井が高くて普通のエアコンがついています。もともとはホテルじゃないビルを改装したんでしょうか。晩ご飯を食べにホテルを出てきたんですが、雨が本当に強いですね。中心街はファサードが出ているのですが、これぐらい強い雨だとロスなく吹っ飛んできますね。宮崎に来たら食べたいものがあって、今そのお店に向かっているところです。見えてきました。なんと本日はお休み。Google マップでは営業していそうだったのですが、3週間前の状況を鵜呑みしたのが良くなかったですね。諦めきれなくてタクシーで少し離れたところにある支店に向かっています。雨はますますひどくなる一方ですね。無事に小倉にたどり着けました。先ほど閉まっていたのは本店の方でしたが、こちらは営業してました。もう内心では注文は決まっているんですが、一応メニューを見てみましょう。おすすめには目もくれずメニューを開きます。今日はこのチキン南蛮が食べたくてわざわざ雨の中をタクシーでやってきたんです。他にも定食がいろいろあるんですね。次回は定食も試してみたいですね。まあでも今日はこのチキン南蛮にしましょう。お待ちかねのチキン南蛮が到着しました。たっぷりのタルタルソースとスパゲッティも添えられてボリュームたっぷりです。チキンはそこまで分厚くないのですが、大きいので食べ応えがかなりあります。お皿がクラシカルで可愛いですね。グアバジュースとマンゴージュースが押されていました。宮崎マンゴーは有名ですけど、グアバも1970年代から県の特産品にしようと取り組んでいるようです。あっさり完食してしまいました。ごちそうさまでした。来るときは大通りからだったのでタクシーがいましたが、帰りは徒歩10分ほどの道のりを歩いて帰っています。一応折りたたみ傘を持っているんですが、全然役に立ちません。
ホテルに戻ってきたんですが、こんな端末があることに気づきました。AI アシスタントが内蔵されてるらしい。話しかけてみました。言葉をはっきり認識してくれています。ホテルの Wi-Fi の SSID はプリンスホテルでちゃんと答えてくれますね。でもまあどこかに書いといてくれれば済む話ではありますね。ネットのスピードがどんなもんかと測ってみたらとんでもなく速かったです。ビジネスホテルには完全にオーバースペックだと思うけどめっちゃありがたいですね。AI アシスタントをバカにして申し訳なかった。2日目です。早起きして日野市の菅原神社にやってきました。とても小さな神社なんですが、畑の中に鳥居がある姿が美しくて見てみたかったんです。辺り一帯は畑です。朝から作業されている農家さんもいらっしゃるので邪魔にならないように見学させてもらいます。創建は1531年なので約500年近い歴史があります。菅原神社というくらいなので、ご祭神は学問の神様の菅原道真。毎年7月には家畜の無病息災と豊作を願う祭りが開かれます。画面の奥に映っているのが神社です。入り口では2体の仁王像が神社を守っています。なでなで仁王様というそうです。自分の体の悪いところと同じところを撫でると良くなるというものですね。天神池。池の中心に水神様がいらっしゃるということですが、作った人の紹介がなんか可愛いですね。地域に根ざした神社ですね。あまりお邪魔してもいけないので、そろそろ次に向かいましょう。いい天気だ。車で2時間ほど走り、串間市にやってきました。ブリロンが今日のお昼ご飯です。県民総選挙第1位。これは期待できそうです。ちなみに他のメニューはというと、とんかつやチキン南蛮などご当地のものもありました。やっぱり海が近いことになって海鮮を推してますね。ドリプリ丼の定義がありました。ブリは黒瀬水産のもの限定なんですね。黒瀬水産って養殖ブリやカンパチの大手で、この地域に拠点があるんで、それとタイアップしてるんですね。価格も定められてるのはいいなと思いました。これがあることでフリーライドや抜き分けをさせないでみんなでブランドを作っていくことができますね。ブリ丼がやってきました。ブリもたくさん乗ってるし、野菜もたっぷりですね。ブリも2種類あるようで、上半分がそのままのお刺身、そしてもう半分は漬けになってるものらしいです。タレも2種類、醤油と味噌だれのようですね。あとはお椀、ブリが入ったあら汁です。これだけ豪勢で1200円でいいんでしょうか。漬けの方からまずはタレをつけずにいただきます。めっちゃ美味しいです。結構ご飯もたっぷり入っててボリュームが本当にすごい。繰り返しですけど1200円ですよ。あら汁の中にもブリがたくさん。もう宮崎県南部に来た人は全員食べた方がいいです。ご飯の下からまさかの隠れブリが出てきました。多分生春巻きの皮みたいなものに包まれてブリと大葉が入ってます。こういう食べ方は初めてだな。続いてお刺身の方をいただきます。味噌だれから試してみます。このタレがこってりすぎなくてちょうど良かったです。これやっぱり周りはライスペーパーでした。ご飯の下には2つも隠れてました。ごちそうさまでした。本当に美味しかったし、お腹いっぱい。お店の方も皆さん素敵でいいお店なので、大野屋さんめっちゃおすすめです。それでは次の目的地を目指しましょう。大野屋さんは出てすぐの踏切のとこなんですが、なんかガサゴソ動いてると思ったらイタチがいました。イタチと実物を見るのは初めてかもしれない。あんまりちょっかいかけない方がいいとは思うので、さっとしておきます。すごくのどかな線路沿いの風景です。
遠岬灯台に来ています。日本には一般人が登れる灯台が16カ所あるのですが、ここはその一つ。一番北で青森県にあり、本州最南端がこの遠岬灯台なんです。ちなみに日本最南端は宮古島の灯台です。日本全国47都道府県制覇と一緒に登れる灯台制覇も目指したいと思ってやってきました。これが実物大の明かりだそうです。これがぐるぐる回りながら周囲の船の道しるべになるんですね。灯台の内部を登っていきます。さすがにてっぺんまでは登れません。雲一つない快晴なので白い灯台が映えますね。灯台は開けた場所に作るから当たり前なんですが、眺めがすごいいいです。記念のノートを買ってスタンプを押してもらいました。このスタンプを全て集められる日は来るのでしょうか。まずは1箇所目完了です。遠い岬には野生馬がいます。彼らに会うことも遠い岬に来た大きな目的の一つです。野生の馬なのであまり近づきすぎないように遠くから撮ってますが、彼らはあまり気にしてないようです。すごく静かな中に馬が草をはむ音だけが聞こえてきます。ここ遠い岬には約80頭の馬が暮らしていて、国の天然記念物に指定されています。あの子は今年の春に生まれた子供みたいですね。お腹のあたりを探っているのでお母さんを探してるんでしょうか。遠い岬に牧場ができたのは約300年ほど前で、人為的管理をほとんど加えないで育ててきたので、この環境に適応した岬馬となってきました。観光客も訪れるからでしょうか、人間がいても構わずお昼寝している馬もいます。でも耳はこっちを向いてるんで、気配は常に気にしてるんでしょうね。かゆいんでしょうか。ずりずり滑り落ちさえそうだよ、大丈夫かな。気が済んだらしいですね。馬のお家に人間がお邪魔させてもらってる感じなので、長いはせずそろそろ引き上げようと思います。実はこんなに高いところでした。宮崎の旅の最後の目的地は宇土神宮です。南国の雰囲気の漂う宮崎の定番観光地です。参道の脇にお稲荷さんもありました。鳥居が連なっている姿は分かりやすい映えスポットなので、外国人観光客の方々が多く写真を撮っていました。登って振り返るとこんな感じ。海と鳥居の赤のコントラストが独特ですね。参道を戻り本殿に向かいます。こう見ていくと崖の中の洞窟に抱かれるような本殿があります。本殿の入り口そばには亀石と呼ばれる霊石があります。豊玉姫がこの地にやってきた時に乗っていた亀が石になったのとされていて、運動を取られる玉をこの中に投げ入れられると願いは叶ってされています。洞窟の中には本殿があります。本殿をぐるっと取り囲むように順路がありますね。昔僕が生まれる前に当時九州に住んでいた両親がこの神社にお参りに来たと聞いたことがあります。古くから安産や育児に関するお願い事を叶えてくれる神社でもあったようです。
江戸神宮は崇神天皇の代に創建されたとあるので、今からおよそ2000年以上前にできたことになります。その頃は当然今のような姿ではなく、もっと簡素な作りだったと思いますが、その姿も見てみたかったですね。それではそろそろ空港に向かいましょう。2日間の相棒を返却しました。走行距離は631キロ。結構走りましたね。空港に戻ってきました。昨日ぶりの実物大なし。今年は施政100周年と空港の名前がブーゲンビリアになった10周年でもあるんですね。フライトまで少し時間があるので、こちらのお店で晩ご飯を食べようかと思います。親子丼美味しそうですね。とりあえず中に入ってみましょう。メニューを見たらいろいろと良さそうなものがありました。今回は牛肉そばにしようと思います。牛肉そばが運ばれてきました。美味しそう。あっという間に搭乗時刻になりました。順番が来たので機内に乗り込もうと思います。飛行機が宮崎空港の滑走路に離陸していきます。夕日が当たる街並みが綺麗ですね。さて、今回は日本全国47都道府県制覇の第1回でしたが、いかがでしたでしょうか。かなり駆け足ではありましたが、メジャースポットをいろいろと巡れたんじゃないかと思います。今回の旅でかかった費用はこちら。ホテルを安く抑えていることで移動距離が長かったので車代が高め、地図塗り状況はこのようになりました。まさに始まったばかりなので、これからにご期待ください。ではまた次の旅でお会いしましょう。さようなら。